皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ。研究部部長のゆっくりレ夢ムです。先生のヨウムだよ。今回は東方デモ屈指の謎である悲風クラブについて解説していきますよ。悲風クラブというと2つあって、時系列も異なるようだから気になるみょんね。衝撃的な内容ばかりなので一緒に学んでいきましょう。ちなみに今回は学生キャラについての解説なので、我が大学のヨウム先生にも来てもらいました。はい、みんなよろしくね。マリサさんはこのスペースの定員オーバーでいませんがちゃんといますよ。おい、私も入れてくれよ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするね。それでは、早速授業スタートです。まず最初に紹介するのは東方ヨーヨームのファンタズムで登場した八雲ゆかりですね。八雲ゆかりは、幻想郷サイコさんの妖怪で幻想郷の境界を操る能力を持つ実力者。ゆかり様は賢者の異名も持っているんだよね。髪は金髪ロング美女で、毛先をいくつか束にしてリボンで結んでいますね。ゆかりはおしゃれさんなのか、かなりのフリフリ衣装だよな。作品によって、瞳の色は紫や金色になっているんですよ。幻想郷演技によるとその時代に合った服を着ているらしいですね。なるほど、だから衣装がコロコロ変わってるのか。この前たまたまゆかりを見つけたんですが、髪は今流行りのウルフカットに服がユニクロでロングスカートがラップに靴はコンバースでしたよ。いや現代っ子かおまけやないか。設定及び作中において、東方光林堂にて、森近凛之介が見てもなんと少女と言われる姿なんです。では凛之介の主観でか細い女の子の手と言っていますね。ゆかりというとみんなのお母さん的存在だから大人びたイメージがあったぜ。また、ファンの質問メールに対するズンさんの返信から、東方キャラの身長の基準は10代前半の少女とのこと。そんな設定があったなんてびっくり。とはいえ、他作品では結構お姉さん感ある立ち絵なので、謎が多いですね。東方光林堂は基本的に女の子は幼く描かれているので、大人の凛之介目線で描かれているからかもしれませんね。そして、ゆかりは前回の授業で紹介した通り、指揮として最強クラスの幼獣八雲蘭を従えているぞ。ヨウム先生、この前学校の廊下ですれ違ったけど国語の教科書持ってたよ。いや八雲蘭数学じゃないのかよ。性格は基本的につかみどころのない言動が多く、何を考えているのか不透明であるため、他人からの信用は薄いようですね。そのためコメージ小石からは、友達がいないからでしょ、切ない。と言い切られています。会話ではさらっと流してたけど心は穏やかじゃないだろうな。そういえば、ゆかり様に友達っているのかな？伊吹スイカと西洋寺ゆゆ子というキュートモがいます。睡夢荘や暴月症にて、ほとんど直接会話していないのにゆかりの計画を把握して行動するゆゆ子、というとんでもない維心伝心ぶりが見せていました。スイカも気さくに喋っていたので仲の良さがわかりますね。とはいえ、普段は霊夢くらいしかまともに相手をしてくれないようですね。地霊伝において、霊夢から信用されているというのが判明されたもんな。ゆかり自身もものすごく賢くて、数学に強い上に知識や経験も豊富なので、彼女からの情報は本物でしょう。また、そんな影や霧のようなゆかりは、幻想郷と真摯に接し、彼女ほど幻想郷を愛する存在は他にいないでしょう。幻想郷を荒らした日七井天使に、美しく残酷にこの大地からいね。と言い切っているあたり、幻想郷のことは誰よりも思っているでしょう。歴代の中でもトップクラスの名言だね。八雲ゆかりは姿は人間と特に変わりはないけど、とても力強い妖怪なんだよな。八雲ゆかりは境界を操る能力を持っていて、これは全ての物事を根底から覆す恐ろしい能力です。また、境界の中で移動が可能で、物を取り出したり空間の裂け目から実際に瞬時に移動をすることができ、絵の中や夢の中、物語の中にも移動することも可能。めちゃくちゃ欲しい能力ですよね。いちいち同人誌の中に入ってあんなことやこんなことがしたい。霊夢さん。それナイスアイデアみょんね。いや先生だったらそこ突っ込まんかい。例えば、東方光林堂ではゆかりが離れた場所にいるにもかかわらず、凛之介のストーブの燃料を満タンにさせるというまさにチート能力を見せつけました。ゆかりの能力やばすぎるでしょ。こういった能力からよく二次創作では、隙間妖怪という通称で呼ばれることもありますが、基本的に種族名はありませんよ。また現行の幻想郷を作った賢者の一人と言われています。幻想郷は幻と実体の境界、白霊大結界の2つの結界により外の世界と遮断されています。どちらも境界の妖怪であるゆかりの提案により行われたことで、幻想郷の成り立ちと関わりがあるのですよ。そんな八雲ゆかりはマエリベリーハーン、通称メリーとの関係が考察されていて、それを用いた二次創作も多数あります。メリーハズンズミュージックコレクションに出てくるサークル活動で主人公の一人だぜ。
この作品について気になる方はこちらを見るといいぞ。そしてメリーとヤクモゆかりの共通点としては、外見が類似している。類似する固有能力、ヤクモゆかりは境界を操る程度の能力で、メリーは境界を見る程度の能力。そしてヤクモとハーンという名前。明治期に実在した日本研究家パトリック・ラフカディオ・ハーンで、日本国籍名は小泉ヤクモです。といった共通点がありますね。あと靴を履くときは右から履くのが同じようです。その情報は当てにならなすぎでしょ。それでは、どういうわけかヤクモゆかりのそっくりさんにして、東方音楽作品の主人公の一人マイリベリーハーンを解説しますね。マイリベリーが発音しにくいためメリーとレンコから名付けられ、ファンからもメリーで浸透していますよ。大学での専攻分野は相対性精神学。めちゃくちゃ難しそうな分野だね。先生には難しくて無理かも。久しぶりに出れたからって可愛い子ぶるんじゃありません。バレたか。地元が東京と判明しているレンコに対し、メリーの出身国は不明で、日本に身寄りはいないらしいですね。レンコと普通に日本語で流暢に会話しているので、日本に長く住んでいるのかもしれません。どういうわけか彼女には、結界の境目が見える程度の能力を持ちます。ゆかりの能力となんとなく似ている能力だし、外の世界の人間が能力を使えるのは珍しいんじゃないかな。さらに、夢互い科学世紀では夢の中で幻想郷に迷い込むなど、スミレコを彷彿とさせるような現象も起こしていますよ。夢の中では幻想郷に迷い込み、妖怪に追いかけられたりしているんだぜ。でもなんでスミレコちゃんにそっくりなレンコちゃんじゃなかったんだろう？そう、そしてこのことに対してレンコは、メリーの能力が結界を操る能力に進化しているのではないか、と考察していますね。ゆかりの境界を操る程度の能力に似てきたな。そして、先ほども少し紹介したヤクモとハーンの共通点についてなんですが、ラフカディオ・ハーンこと小泉ヤクモは日本文化に強い興味があったとされていて、惚れ込んだと言われるほどなんですよ。メリーちゃんは海外の子のようだからラフディオ・ハーンさんにそっくりだね。ちなみに日本人女性の小泉説をめとる、特に古い風俗や民話などの論説やそれらに基づいた怪談、怪奇小説などを多く残していますね。有名なものでは耳なしよし一、雪女がありますね。この前レイム部長も調査をしていたら耳ありよし一さんに出会ったんですよ。それただの人間さんですよね。こういった点もゆかりイコールメリー説を膨らませる部分ですね。しかし、気風クラブの舞台は現代よりももっと未来であること。また、ゆかりが出演する東方降臨堂には外の世界のものとして現代的な iPod と思われるものなどが登場することが、つまり、時系列的にゆかりよりもメリーの方がずっと未来の世界に生きていると思われます。さらにメリーはうちの家系は昔から霊感はある方と作中で語っていることなどから、メリーはゆかりの子孫であるとも考えられています。なるほど。ということはゆかり様イコールメリー説はありえないのみょんね。それがそうとも限らないのですよ。皆さん、時間を操る程度の能力を持つ昨夜を思い出してみてください。ここであることに気づいた視聴者さんはさすがですね。そう、昨夜の時間を操る程度の能力は空間も操ることができるのです。確か、それでコウマ感をさらに広くしているんだよな。そう、時間と空間というのは密接に関係しているのですよ。めちゃくちゃ簡単に言うと、時間を遅くすることは空間を小さくすることと同じであり、時間を早めることは空間を広めることと同じなのです。つまり、どちらかをいじれば片方も同じように作用されるってことみょんね。そう、さすがはみょんみょん先生。みょーん。つまりですよ。ヤクモゆかりは境界を操ることで、時間をいじり外の世界ではメリーとして行動してるのかもしれません。おいおい、冒頭で言った容姿の違いももしかしたら、自分の体の年齢も変えていたのかもしれないってことか。そう、時代に合った服装とはこのことを意味しているのかもしれませんね。また、先ほども言ったようにメリーの家系は霊感は強い方みたいですので、ご先祖様の時代にまで遡ると何らかの関係があったりするかもですね。ゆかりの血筋か能力みたいなものが混ざっていて、メリーは先祖返りしたなど、そうなると、ゆかり様についてある重要なことがわかります。レイム部長それは一体何なんだ？それは、ゆかり様は人妻になる。それでは、メリーと同じで音楽作品の主人公である宇佐美蓮子について解説しますね。東京出身の京都在住で、実家も東京にあり、彼女は外の世界の人間の女子大学生です。白いリボンの巻かれた、黒い中折れ帽がトレードマーク。確かに次に紹介するスミレコにも似ていますが、長エイクの帽子にも似ていますね。ああ、前回の授業で登場した優遇の使いをモデルとした妖怪だよな。帽子も含めて、服装は基本的に白と黒のツートンカラー。そこにネクタイやリボンで赤が混ざっています。蓮子は気風クラブの実質主催大学での専攻分野は超統一物理学。これだけでも、
相当頭がいい女子大学生だと思われますね。自分から行動を起こすことが多く、部長のような存在だと思われます。こういったことから二次創作では、基本的にボーイッシュなイメージで書かれることが多いですね。蓮子ちゃんが幻想郷に来たら先生と同じでめちゃくちゃモテてそうにょんね。それはさておき、彼女たちの実年齢は分かっていませんね。某流東海道で飲酒している描写はありますが、気風クラブの世界で飲酒が認められる年齢が20歳かどうかは分かりません。能力は、星を見ただけで今の時間が分かり月を見ただけで今いる場所が分かる程度の能力です。ただし日本標準時のみで、メリー曰く、ただの引き算じゃないのとのこと。蓮子は頭がいい分それはありそうだな。ちなみに、蓮子にはなぜか単独のテーマ曲が存在しないのです。気風クラブとしてのテーマ曲である少女気風クラブと、蓮子とメリー二人のテーマである月の会長、化け猫の幻はありますがね。気風クラブのテーマ曲と二人のテーマ曲は、あるのに蓮子ちゃんの曲はないんだね。もしかしていじめ？そういうことじゃないよ。なので、パートナーのメリーには魔術師メリーがあります。能力を考えれば天空のグリニッチが蓮子のテーマにふさわしく思えますが、公式に蓮子のテーマとは言われてはいないのです。謎が深まるばかりだな。なぜ蓮子にはテーマ曲が存在しないんだ。そして共通点としては、両者とも宇佐美の生と花の名前に由来するの名を持ち、それぞれの気風クラブに関連するキャラクターたちです。ただし蓮子の最新登場作がイザナギ物質の時点、スミレコの最新登場作が神秘録の時点では両者の関係性については語られていなくて、複数の共通点が見出される、といった程度のものとなっていますね。スミレコと蓮子についてはまだ語られていないんだな。それでその共通点はどんな感じなの？そっくりさんのスミレコも関東在住。二人は服装デザインについても共通点を持っていますね。例えばいずれも主に白色のリボンのついた、円形につばの広い黒帽子を着用し、黒色の長い布面積を持つ衣装のデザインバリエーションを持ちます。蓮子は登場作品ごとに衣装デザインが少しずつ異なりますが、最新作がイザナギ物質の時点では、黒帽子と白いシャツブラウス、黒のロングスカートという点が基本デザインとして一貫しているのですよ。しかし、蓮子は大学生で、スミレコは高校生として登場しているのです。ただし明示されているのは、具体的数値的な年齢ではなく大学生と高校生という学生としての身分だけでしょう。一方、スミレコは制服とおぼしき衣装で登場していますが、蓮子は服装にバリエーションがありますね。また、スミレコの気風クラブは高校でのサークルで、蓮子の気風クラブは大学でのサークルとなるから別物ってことになるのか。というか、蓮子ちゃんたちって大学生だったんだね。よしマリサさんとレイムさんを生贄に蓮子ちゃんとメリーちゃんうちの大学に引き抜こう。なんでだよ。それではラストに紹介するのは、東方神秘録のラスボスである宇佐美スミレコです。彼女も外の世界から幻想郷にやってきた人間、いわゆる外来人なのですよ。普段は、東深見高校という関東の進学校に通っていて、そこで一人だけの非公認オカルトサークル気風クラブの会長として、秘密を暴く者を名乗って日々不思議な事柄について調べていますね。彼女も気風クラブの会長だったんだね。この世ならぬ異世界への憧れが強く、また実際に異世界に行くだけの才能を持っていたことから、スミレコは、神秘録における二つの異変に重大な関わりを持つことになったのですよ。外の世界の人間なのに、高校生でレイムやマリサとも互角にやり合えるなんて天才すぎるよな。神秘録最終版でレイムに懲らしめられた後は現実世界の、スミレコが眠っている間だけ幻想郷で活動できる特殊な状態になったのですよ。これは無限症と呼ばれる症状だったのですが、発症の原因をレイムたちが数年にわたり調査し続けた結果詳細が発覚しました。これはメリーちゃんと似たような現象みょんよね。謎が深まるばかりだよ。そう、そして現代っ子らしくスマートフォンを肌身離さず持ち歩いていますね。東方降臨道で登場した時もスマホと財布だけ持ち合わせていました。しかし、特にスマホをいじるのが好きというわけではなく、せっかく世の中には、素晴らしいものがたくさんあるのにスマホが普及したせいで、みんなスマホに夢中になっているわよ。と言っていますね。現代の人との相性があまり良くないことからと、少し自分に自信過剰なところがあるので、神秘録の首都圏までは意図的にぼっちを貫いていました。あら学校に友達がいなかったのか。私なら声かけてあげるけどな。そこから有利展開に発展しそうにょんね。ちなみに、宇佐美蓮子は常に何らかの本を持って登場していますが、スミレコは、スマートフォンやタブレット型端末とおぼしき機器を持って登場しています。ちなみに、スミレコは焼肉やお寿司が好きなようで、幻想郷でもお寿司は人気のようですよ。お寿司って幻想郷でも人気なんてさすがだね。そういえば、憑依花ではゆかり様とも会うことになるから何か関係あるんじゃないのか？マリサさんいい質問ですね。
すみれ子が幼少期に体験した神隠しとの関連こそ不明ながら、河川から話を聞いたことで、彼女の幻想郷ライフに伴い発生する不具合の修正に携わっていたようですね。憑依花でようやく対面し、すみれ子に歓迎の言葉をかけていました。ゆかり様は歓迎してくれたんだね。ところで、蓮子ちゃんとの関係はどうなの？フークラブというオカルトサークル、うさみという生と花に由来する名前。メリー同様に寝ている間だけ異界に行く体質などと共通項もまた多いですね。でも、名前の花の言葉のスミレの花とハス花の花は共通点なんてなさそうだぜ。確かに、見た目もかなり異なっている花ですが、スミレの花言葉は誠実、小さな幸せ、小さな愛など、蓮華の花言葉は、己が幸福感かあなたと共にいることで苦痛が和らぐなどの意味があります。おー、花言葉にそんな共通点があったなんて知らなかったにょんよ。また、面白い考察を見つけたので紹介しますね。すみれ子が、政府の研究機関に捕らえられた後に作られたクローンがなんと蓮子だと考える方もいました。しかし、すみれ子のようなすごい超能力がごく一部しかコピーできなかった不完全体が蓮子と言われています。うわぁ確かにありそうだな。めちゃくちゃ面白いぜ。まだまだヒフークラブと、蓮子メリーについては謎が多いのでこれからも注目です。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな外の世界の音楽があればヨウム先生に教えてね。いやそれ私のセリフ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。